生きるか死ぬか、人生はオールイン。どうもペイです。ということで今回はワールドカップ累計でいくらかかったの破産ということでですね、ワールドカップベスト30に、ブラジル戦現地観戦行ってまいりました。まずは、サッカー日本代表の皆さん、本当にお疲れ様でした。いやー本当に久保建英選手、こちらのねもう久保建英選手大ファンで今も8番来てるんですけど、もう本当に出れなくてもう悔しすぎて大泣きしてしまいました。で大泣きしたところがですね、ブラジルの、クリエイターの方になんかツイートしていただいて、賛否両論かなりたくさんのいろいろな意見をいただいたものの、バズりまして、その影響でたくさんのブラジルの方もこの動画を見てくださっていると思うので、まずはオブリガードありがとうございます。で、いろんな意見ある中でね、初めてプチ炎上みたいな感じもしたんですけど、そちらも YouTuber の宿命なのかなということで甘んじて受け入れたいと思います。今後とも、お手柔らかにお願いいたします。早速ね本題に入っていけたらなというふうに思います。ですね、今回本当にちょっともう FIFA に文句すっごい言いたいです。っていうのもちょっと一応置いといて、まずは、チケット以外の諸経費ですね。今回かかった、まずは飛行機代、一番皆さんが気になっているであろう飛行機代ですね。6月27日成田発ヒューストン行きの10時半の、ジップエア、こちらが83,178円83,178円かかりました。1月のタイミングですでに日本代表が、ラウンド32に行くことを見越して、自分で取っていたのでかなり安めに取ることができました。で次がですねヒューストンから、ニューヨークまでの、飛行機代ですね。こちらが、58,810円プラス50ドルで、最後に、ニューヨークから羽田の便で64,500円と11万5,000マイルを使わしてビジネスクラスで日本に帰国させていただくことができました。費用がですね 2,184.5 ドルです。日本円換算で現在の日本円に換算しますと35万4,716円ですね。高い。ラウンド32だけ見たのになんでそんな高いのっていうふうに思われたと思います。僕も思います。なんでかっていうのをちょっと今話させてもらいます。これにはですね深いわけがございます。僕はですね、友達と一緒に、今回参加させていただいたんですけど、日本が1位通過することを想定して、1位通過ラウンド32のチケットとラウンド16のチケットを購入しておりました。で友達が、僕の分も込みでラウンド32の2位通過の分を買っていたっていう形になっております。でその際にですねチケットを、組み合わせが決まった瞬間に FIFA の方で、売りには出していたんですけど、全然チケットが売れなくてですね、ラウンド32の、1位通過だった場合のチケットを、僕は950ドルで、2枚買いました。で本当にリセールにかけても全然売れなさすぎて、グループステージだと直前でチケットをね、高騰していたこともあったので売れるのかなっていうところでちょっと高めの値段設定だったりしていろいろ出してたんですけど、結局前日でも売れず、もう最終的に本当苦渋の決断で、650ドルかなとかにして売らせていただいて、で650ドルで売れたら650ドル入ると思うじゃないですか。まさかの FIFA そっから 15% の手数料取るんですよ。で 15% の手数料取って、でじゃあ売り手の方にはリセールの価格の、手数料とか取られないのかなと思って自分の売っている席をリセールサイトから見てみたら、さらにその売り手の値段に対してプラスでまた 15% 利益を乗せるという、本当に FIFA のこの金の稼ぎ方は本当巧妙で許せないですね。で2回目のチケットに関してはもうまさかの1回目のチケットに関してもラウンド32のチケット2枚で出して、結局1枚が売れてるのか売れてないのか分かんないんですけどコンプリートになっていました。もうちょっと分からないし入金もされてないですし、で FIFA の問い合わせ、フォームも全然見つからないということで、多分1枚は売れてないけど売れたことになってるのか分からないぐらいな感じになっております。いや本当になんか無駄な諸経費がめっちゃかかりましたね。
だから本当にラウンド32、16に関してはもうチケット取らないで直前まで行って我慢しておけばよかったなっていうのは本当に今回の大会を通して思いました。で次にラウンド32です。こちらが一番の問題です。こちら、僕は1200ドルで2枚購入させていただきました。で、リセール価格で初め4000ドルとかで出してたんですけども全然売れないし、でモロッコが勝ち進んだことによってモロッコ人があまりちょっと見に行けないみたいで、アメリカに入るのにビザがいるみたいで急遽みんな取れなかったりするってところで、もう僕はオランダの勝利を切に願っていたんですけど、オランダは負けてしまいまして、モロッコ人が見れにくい状況での大会運営が行われている中で、モロッコ人の方は買っていただけずしょうがないなってところで値段を1100ドルに下げて2枚売っていたんですけど、売れたなと思って、チケットの明細を見てみました。まさかの、勝手に590ドルに値下げされていまして、それで2枚売れてました。うわもうやってるわ FIFA、 勝手に値段下げるし、本当にもう詐欺集団ですよ FIFA は。本当にひどすぎる。でプラスでそこから 15% 取られるし、売り手の方にも 15% のマージンを取るっていう、もう最悪ですよこれ。もうヤクザよりもひどい。もう FIFA は本当に二度とダイナミックプライシングで公式リセールのあれとかやんないでほしいです本当に。でそれでもともと1012ドルで、ラウンド32のチケット、ブラジル戦のねラウンド32のチケットを買っていて、いろいろな損益も含めた上で結局チケット代で 2184.5 ドルかかっていることになっております。許せない。なんだこれ。2184、35万です。1000ドルだったら15万ぐらいだったんですけど、プラスで20万かかってる感じですね。うわもう許せないなこれ本当に。何なんですかこいつらマジで。やばいわ。やってるわ。ふざけるなー。もう FIFA やばい。金の亡者です。インファンティーノとかいう人は。もうちょっとでも次回開催の大会に関しては EU が絡んでいるところで、 EU が、売買に関しての法律がかなり厳しいみたいなので、ダイナミックプライスもあまり期待できない可能性があるみたいなので、そちらの方は逆にちょっとチケットはね取れにくくなるかもしれないんですけど、チケットの価格は抑えられるということで、まあそうなることを切に願いながら4年後に向けてお金を貯めていきたいなというふうに。交通費が 130.75 ドルで 21,156 円。金は日本からカップ麺などを買っていっていたので 40.18 ドル、6500円です。ホテル代が412ドル、合計が 582.37 ドル、94,204 円です。まあ総括ですね、今回累計でいくらかかったのっていうことですけど、日本円換算して、お金まとめました。71万8700円かかりました。もう破産です。おしまいだ。挟んだ。めちゃめちゃ挟んだ。もうやってるわ。うわしかも負けちゃいましたしね。いやースコットランドもイングランドも僕が行った遠征とか結構良かったんですけどね、成績。やっぱり怪我人がね多くて、タも初戦で怪我しちゃうし、三笘さんもいなかったし、エンドゥさんもいなかったし、もう悔やまれることが多い大会になってしまいましたね本当に。でも本当にあそこに三笘、南野がいて久保建英がいる大会シーンもね見てみたかったですね。でもだって南野がいたら南野シャドウで、左ウイング三笘で三笘疲れたら中村出すって言ったこともできるし、で逆に右サイドの方は久保シャドウで後から伊東純也をジョーカー起用で出すこともできたし、で右ウイングで菅原はちょっとね調子悪かったんで、右ウイング誰か、ちょっと誰がいいのかなっていうふうに今思ってるんですけど、パッと思い浮かぶインパクトのある選手がいませんね。そこちょっとだからそこの選手が出てきてくれることを願って、またサッカー日本代表を全力で応援していきたいなというふうに思います。もしかしたらですねアジアカップも見に行ける可能性はあるので、そちらの方向も探りつつ、また YouTube 動画コンテンツ制作に携わっていきたいと思いますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。ブラジルからね見てくださっている方に対してもオブリガードということで、また次の動画でお会いしましょう。アデュー。
4年後たくさんの日本人にスタジアムに集まっていただきたく、こちらの情報も追加します。ホテルがですね、高いっていうところがあるので、複数人で必ず行動できるような仲間を作っていただくことが一番安く抑えられることにつながるのかなというふうに思います。ニューヨーク、ヒューストン、どちらも友達と泊まっていたことによって部屋代を3人で割ることができたので、1人1万円ちょっとで泊まることができました。そして帰り、マイルがあったことでかなり助かったこともあったので、マイルやマリオットポイント、他のポイントなども集められるだけ集めて、4年後に備えておくのも、いいのかなというふうに思いました。マイルがあることで、帰り、かなり快適に帰ることができたので、皆さんもね、計画的にマイルを貯めることによって、4年後、ビジネスクラスだったり、ファーストクラスで帰ってこれたり、移動できたりするのかなっていうところもあるので、そちらを踏まえて、皆さんに共有させていただきました。最後まで、お付き合いいただきありがとうございました。